はい、今回は100均で売っている COB-LED ライトを用意してみました。目次はこんな感じになります。概要欄にも書いてあるのでよろしくお願いいたします。左からダイソーの COB ヘッドライトで、セリアの COB ヘッドライト、右側2つはね、キャンドゥの COB ライトです。マグネット付きスティックライトという名前です。いい名前だね。なんかボタンの色がね、赤と黄色があったんでね、買ってみたけど、全く同じでしたね。で、気になったのはダイソーとセリアのね、ヘッドライト。どう見ても同じなんだよね。裏面も同じ。まあ違いはね、セリアの方が古いのかね、ちょっとね、黄ばんでいるくらいかな。セリアとダイソー、中身出したらどっちがどれだかわかんなくなっちゃった。どちらも単4の乾電池3本を使います。こちらのヘッドライトは角度が70度まで下を向くことができます。何かしら手元で作業するにはいい感じだと思います。もう一方、キャンドゥはね、手に持ったりマグネットに貼り付けるライトですね。マグネットは背面、後ろにね、1個ついてるだけです。ちょっと弱そうだけどね。あとは手に持って使う感じですかね。DCM のホームセンターで1000円ぐらいで売っている COB ライトと似たような感じですね。で、100均の COB ライトはどちらもオンオフスイッチ、これをね、押すたびに強弱点滅でオフとなります。ヘッドライトの方は強で約3時間、弱で約9時間、スティックライトの方は連続点灯時間約12時間と、大雑把な表現です。多分これ強じゃなく弱の方だよね。重さですが、ヘッドライトの方は本体の重さは 30.8g、 電池を入れると 64.9g、 スティックライトの方は本体は 35.1g、 電池を入れると 70.3g でした。で、どちらも防水機能はありませんので、雨の日などの使用には向いていない。てか使っちゃいかんよってことですね。100均なのでその辺は考慮お願いいたします。最近のライトにはよくある点滅ですけども、この点滅は何かあった時の SOS に使えるってことですね。昼間でもチカチカ光れば気づいてくれる人もいると思います。電池もただ点灯しているよりも長持ちします。自転車でも点滅見かけますよね。あれは周りにお知らせしているってことだね。特に後ろの車などには効果があります。今現在ね、このライト、これを使っている人も知らない人がいるかもしれないので、このスティックライトは長押しすると SOS のモールス信号に切り替わります。ほら、さっきと点滅が違いますよね。こういった機能がついています。だったらね、ヘッドライトの方はというと、同じように長押しすると SOS のモールス信号が出ます。これはね、キャンドゥの袋の説明には記載あったんですけども、ヘッドライトの方はね、ちょっとね、見当たらないので知らない人も多かったんじゃないかなと思います。じゃあ比べてみます。ヘッドライトもモールス信号ですね。つまり点滅は自分がライトとして使うではなく、相手に自分を知らせる信号ってことになります。で、LED ライトの光は直視しないでくださいと書いてあります。これはね、直接見ると目にも良くないし、しばらくね、周りが見えなくなります。つまり使うことはね、ほとんどないと思うけど、反対に考えるとね、襲われた時とかのね、目くらましに使えますよね。ピカーって光らせて、その間に逃げましょう。で、反撃にも使えます。点滅はフラッシュなんでね、特に女性の方とか周りにね、お知らせしたい、やばいよって知らせたい時にはいいかもしれません。点滅があるとね、思わずそっちを見ちゃいますからね。あとは遠くの仲間にね、こっちだよって知らせる時にライトをくるくる回したりしますけども、点滅でもね、使えるってことですね。では明るさをちょっと見てみましょう。はじめはセリアとダイソーで売っていたヘッドライトの強です。結構明るいです。普通にいいと思います。
ではお次はキャンドゥの COB ライト。こっちの方が若干明るいかな。では弱の光を見てみましょう。ヘッドライトでスティックライト。どっちもいい感じだと思います。100均とは思えないくらいいい感じ。キャンドゥの方が少し明るく見えるのは光っている点が多いからだと思います。その分キャンドゥの方が明るさはあるようです。ではその辺を歩いてみましょう。はじめは COB のヘッドライトの強の光です。ヘッドライトなので頭に装着しています。頭から照らしている感じなのでどうしても影ができます。今度は弱の光です。こんな感じで少し暗く見えますが、弱の場合は遠くではなく手前で何かするときにちょうどいい明るさです。で今度はキャンドゥのスティックライト。これが強。ヘッドライトは頭で照らしたんですけども、こいつは胸のあたりの高さなんで地面が近い分明るく見えます。で COB ライトの特徴は周りを照らして遠くは照らせません。で弱ですね。こんな感じになります。でヘッドライトですが、実際に海釣りで使ってみてかなり重宝しました。100均なんですが使えます。ジェントスなどと比較したら劣る部分がありますが、お値段が約30分の1なのでお買い得です。これは弱で暗く見えますが、釣りなどにはね、光が動いちゃうと魚が逃げますし、手前の仕掛けなどをいじったりする時にはね、このくらいの明かりで十分ですね。では今度は DCM のハンディライトとキャンドゥのスティックライトを比べてみます。車につけるとこんな感じです。斜めから見るとちょっと分かりづらいですね。今度はシャッターにつけてみます。こちらが DCM のハンディライトで、キャンドゥのスティックライト。正面から見てみます。 DCM の方はね300ルーメンです。こうしてみると若干光量が低いくらいですね。壁を照らしてみます。こちらが DCM の300ルーメンで、キャンドゥのスティックライト。やはり暗いっちゃ暗いけどコスパはいい方だと思います。では今度は明るさを計測してみます。といっても無料の照度計アプリなので目安程度になります。条件を同じにするためにこの懐かしい定規で同じ位置でね測ってみます。はじめはヘッドライトで強です。ちょっと動いただけで数値が変わりますね。はい、50.62 ってところですね。今度はスティックライトの強 81.0 です。では DCM の300ルーメン 101.25 くらいですね。今度は弱の光で見てみます。ヘッドライトは 13.6、 スティックライトは 20.25 でした。一応ね同じ距離で測った場合の結果、300ルーメンの光に対して100均のライトはね強の光で、スティックライトはだいたい8割、ヘッドライトはだいたい5割程度だと思います。実際スティックライトは遜色ない感じでしたからね。弱にするとこんな感じになりました。弱の光は手元を照らす感じですね。その分電池も長持ちします。ではこいつをばらしてみましょう。100均なんで超簡単な作りだと思いますが、ここがスイッチ部分ですね。はい、こんな感じですすっげえ、マジで簡単な作りですね。そもそも COB とはチップオンボードの略で、 LED のチップを反射率の高い基板に直接貼り付けた効率のいい技術です。なんのこっちゃって人もいると思いますので、簡単に言うとちょっとの電力で広い範囲を照らすことができるんだよってことです。でもって光が広がる代わりに遠くは照らせない、届かないよってライトです。実際に100均の LED ライト、こいつと比較してみます。こんな感じで
LED ライトは照らす範囲が狭いんですよね。狭い分先の方まで照らしてくれる感じなんです。で COB ライトです。こちらの方が断然明るく見えますよね。これは広範囲周りを照らすことに特化した感じです。でも遠くまで光は届きません。用途が違うってことですね。今度は実際にこの時間が本当か試してみたいと思います。電池はセリアで売っていた充電式の単4電池を使います。まずは電池を満タンにしてスティックライト、そしてヘッドライトにセットします。こういう感じで2つ並べてみます。光の強さは強で比べてみます。ではスタート。1時間経過しました。1時間では明るさは変わりませんね。相変わらず明るいです。ヘッドライトは今日の場合は約3時間、スティックライトは強か弱かは分かりませんが、約12時間と書いています。1時間15分経過です。まだまだ大丈夫な感じですね。この計測はライトがね周りを照らしたとしてもかなり暗い状態になったら終了にしたいと思います。基準はスマホの明かりよりはるかに暗くなったら終了ってことにします。2時間15分経ちました。ここでスティックライトの明かりが弱くなった感じがしてきました。2時間30分経過。スティックライトの明かりが、やばくなってきました。ってもう終わりかな。暗すぎますね。周りを見てみます。手前は照らしますが奥の方は暗すぎますね。スマホの明かりはこのくらい。終了ですね。はい、スティックライトはここで終了になりますね。3時間経ちました。スティックライトは脱落したのでヘッドライト単独での計測になります。ヘッドライトは今日の光で約3時間と書いてありましたので、これで3時間は実証されました。でもこのライトも若干明かりが落ちてきたように思えます。暗くなってきたね。さあ3時間半経ちました。おっと、もう明らかに暗くなっています。ちょっと周りを照らしてみましょう。もう終わりのようです。手前はかろうじて照らしていますが、ここでヘッドライトも終了です。では今日の結果発表したいと思います。今日の光ではスティックライトは2時間半、ヘッドライトは3時間半で明らかに暗くなりました。でもこれは100均の充電式の電池なんでね、容量も少なめなんだと思うので、その辺を考慮してください。さて今度は弱の光を見てみましょう。電池は同じく100均の充電式です。ではスタート。光にねちらつきがあるんですけども、カメラで撮るとなぜか弱い光はちらつくんですよね。肉眼ではちらつきません。弱なのでヘッドライトは約9時間、スティックライトはここで連続点灯時間約12時間を証明してほしいところです。では光が弱くなるまで時間飛ばします。一気に8時間まで飛ばしました。ここでやはりっていうかスティックライトが、暗くなってきました。周りを照らしてみます。やっぱり暗い。スマホの明かりを見てみます。歌い文句の12時間より4時間も早く暗くなってしまいました。スティックライトはここで終了です。はい、9時間経過しました。ヘッドライトの記載では約9時間でしたが、まだまだ余裕のようです。10時間経ちました。ちょっと暗く感じるので周りを照らしてみます。暗いっちゃ暗いけどまだ周りは照らせますね。スマホよりはなんか暗いような感じはするけど、まだいけそうなんでね、もう少し様子を見ましょう。11時間経ちました。明らかに暗くなっています。周りを照らしてももうなんだか分かりません。
ここで終了。では弱の結果を発表したいと思います。ヘッドライトは、だいたい11時間。記載の9時間より2時間記録を更新しました。実際の使用では100均の充電式でも、10時間は使えそうですね。スティックライトは8時間。実際では7時間ぐらいかなと思います。でさ、この12時間はどういうことなんだ？ということで、この最強の電池エボルタを用意しました。エボルタくんならきっとやってくれるでしょう。さすがに12時間は言ってくれると思います。ではスタート。弱での検証になります。今回はスティックライトの12時間が本当かどうか、それのみにしますので、スティックライト1つでの検証になります。3個使うんで、電池もったいないしね。ヘッドライトはね、スティックライトより長時間照らしましたので、それ以上持つということになります。では時間をちょっと飛ばしましょう。7時間経過しました。まだまだ余裕すら感じます。ちなみにこの動画撮影はさすがに何日もかかってしまうので、1日に数時間撮影して終了。一旦電源を切っていることをご了承ください。さあ10時間半になってきました。先ほど暗くなった8時間は軽く突破。さすがエボルタ。でもちょっと暗くなってきたかな。見てみましょう。少し暗く感じますが、まだまだいけそうです。13時間経過しました。連続点灯時間12時間を突破して、さらに1時間経過しました。まだ照らし続けています。周りを照らしてもまだまだいけそうな感じです。で、12時間突破の映像は、カメラのオンオフを間違えるというアホなことをしてしまい、撮れてませんでした。さすがに撮影をやり直したくはありません。19時間経過。とうとう19時間になりました。ここまで来て明らかに暗くなってきました。見てみましょう。もうこれはさすがのエボルタも終了のようです。はい、エボルタでの連続点灯時間は19時間で幕を閉じました。いや、充電式とエボルタでは、とんでもない暗い差がありました。倍以上持ちます。19時間は暗くなりすぎた感じもありましたんで、実際は18時間ぐらいでしょうか。でもちょっと感動すらしています。ありがとうエボルタ。その分いい値段します。では100均で売っているこのアルカリ電池、これではどのくらい持つんでしょうかね。なんか気になったので検証してみましょう。電池を入れて、ではスタート。今回も弱の光で何時間持つのか。アルカリ電池だったらね、歌い文句の12時間は突破してくれるかもしれません。というわけで、明かりが暗くなる時間まで飛ばしてみます。というわけで14時間経過しました。12時間は楽に超えましたが、13時間超えたあたりからかなり暗くなってきました。そろそろ終わりのようですね。ここで終了にしましょう。100均のアルカリ電池は約14時間ってところでしたね。とくれば今度はこれ。というわけで100均のマンガン電池も試してみます。ではスタート。光は弱です。マンガン電池で連続点灯時間は苦手かもしれませんが、試してみましょう。ちなみにマンガン電池でも明るさはいい感じです。普通に明るいです。ちなみにエボルタ君はどうなんですかね。エボルタ君の方が明るいや。まあなんとなくそうだろうとは思っていました。9時間半で暗くなってきました。連続点灯では分が悪いかもね。はい、終了ですね。マンガン電池は連続点灯では12時間には及ばず、9時間半で終了となりました。では結果発表ですね。弱の光ではエボルタ君は約19時間、100均のアルカリ電池は約14時間、
マンガン電池は9時間半という結果になりました。最後の明るさを見ると若干のね違いがあります。撮影の日数も増えてきて、さすがに疲れてきて、終了時の判断もね曖昧になってきたので、これは目安程度に思ってください。というわけで、キャンドゥのスティックライト連続点灯時間12時間は嘘ではありませんでした。でもエボルタ君にはびっくりしました。普段使ってても長持ちはするなとは思ってたけど、こうして比べてみると違いが分かりましたね。なんかエボルタ君の動画っぽくなりましたが、でも世界のパナソニックすげえって思いました。連続点灯に、向いてるっていうかいいのはアルカリ電池で、マンガン電池は連続だと長持ちは難しいけど、ちょこちょこと使っている場合はね、仮に電池が消耗していてもスイッチ入れる時に明るさが戻っているという特性があります。なのでつけっぱなしはアルカリ、たまに使うならマンガン、こんな感じでしょうか。でもなんだかんだ言っておすすめは充電式の電池です。弱で8時間と、この中ではね一番早く暗くなっちゃいましたが、なんせ繰り返し使えますからね。ちょっと暗くなったら取り替える、もしくは充電すればいいので、お財布に優しいです。欠点ですが、ヘッドライトは電池を入れる時にビス止めが、あってね、ちょっと面倒に感じました。あとヘッドバンドが簡単に外れます。スティックライトは電池を入れると重くなっちゃって、マグネットがギリ張り付く感じで、場所によってはズリズリ下がることもあります。今回は100均の COB LED ライトの紹介でした。なんか後半は電池の対決みたいになっちゃいましたが、ダイソーセリアのヘッドライトは100均なのにコスパが良い。キャンドゥのスティックライトは100均なのに明るいぞ。そしてどちらも長押しすると SOS のモールス信号が出るぞ。電池は充電式、アルカリ電池、マンガン電池、それぞれ連続点灯時間が違うぞって動画でした。誰かの参考になれば幸いです。ではまた。